ビアブニャボー。この度はご乗船ありがとうございます。これよりアレクサンドル三世橋からポンヌフまで約 4km のセーヌ川遊覧クルーズをご案内いたします。素晴らしい水上からのパリをお楽しみくださいませ。それでは皆さん、お庭。正面には1900年パリ万博に合わせて作られたアレクサンドル三世橋が見えてまいりました。金色の彫刻、名声のアレゴリーが乗る4つの大きな柱が橋のアーチを支えています。フランスとロシアの友好記念として建てられたものなので、ロシアの皇帝アレクサンドル3世の名前がついています。橋の中央部には金色に輝くパリ市の紋章、両側をセーヌ川を象徴する2人の妊婦が囲みます。アーチの長さは107メーター、一つのアーチでセーヌ川をまたぎます。このアーチは景観を損ねないために低く設定されました。そのため素材は粘り強さのある鋼鉄が使われています。このように橋の真下を通ることができるのがセーヌ川クルーズの醍醐味ですよね。それでは左手をご覧ください。1900年のパリ万博に合わせて作られた展示会場が並びます。見事なガラス屋根の建物はグランパレ、現在も展示会場として使われています。向かい合うのはプチパレ、現在パリ市美術館になっています。今度は右手をご覧ください。黄金のドームは17世紀後半ルイ14世によって建てられたアンバリットです。ドームの下にはナポレオン1世のお墓、その手前の広場も万博会場になった場所なんですよ。ところでフランス国内で一番長い川は何かご存知ですか？セーヌと言いたいところですが、実はロワール川なんです。では2番目に長い川は？そう、これがセーヌです。セーヌ川はパリの中心を流れております。パリはセーヌ川を中心に発達していきました。ですから重要な建築物はセーヌ河岸に集中することになったんです。1991年パリはユネスコ世界遺産に登録されています。この時もパリのセーヌ河岸としてシュリー橋からイエナ橋までの約 8km の区間全部が世界遺産登録されています。さて正面にはコンコルド橋が見えてまいりました。左手はコンコルド広場。この広場ではフランス革命の間ギロチンが置かれ、多くの人が処刑されました。その中には当時のフランス国王ルイ16世、王妃マリー・アントワネットが含まれています。ちなみにフランス革命の時、コンコルド橋は建築途中でした。そこで1789年革命の際に破壊されたバスチュー要塞の石がこの橋の建造に使われたんです。革命から2年後、1791年にコンコルド橋は完成しています。まさにこの石、バスチュー要塞に使われていた石ですよ。それでは右手をご覧ください。神殿風の建物はブルボン宮殿。ルイ14世の娘のために建てられた宮殿ですが、現在は国民議会の議事堂として使用されています。今度は左手をご覧ください。長く続く並木道の向こう側はチュイルリー公園。現在は公園ですが、もともとは16世紀フランス王妃だったカトリーヌ・ドゥ・メジシスが作った宮殿付属の庭園でした。17世紀にはベルサイユ宮殿の庭園を設計したル・ノートによって整備されたので、現在でもフランス式庭園を代表する公園になっています。ガラス屋根の建物が見えますか？オランジュリー美術館です。印象派画家クロード・モネの晩年の作品大睡蓮はここで見ることができます。モネ以外にもルノワール、ピカソ、ルソー、ユトリロなどの絵画が展示されています。正面にはレオポール・セダール・サンゴール橋が見えてきました。1999年に完成した鋼鉄製の歩道橋です。下の河岸をつなぐアーチと上の道路をつなぐアーチの二重構造になった橋で、2つのアーチは頂点で一体化しています。歩行者専用の橋なので構造も軽やかで洗練されたデザインですね。もともとはソルフェリーの橋と呼ばれていましたが、2006年セネガル共和国初代大統領であり詩人の
レオポール・セダール・サンゴールの名前が付けられました。セネガルは長い間フランスの植民地だった国です。サンゴールはフランスで学んだ後、黒人固有の文化を評価する運動を展開しました。彼の名前が橋に付けられることで、フランスとセネガルの文化を橋渡しした彼の功績が称えられているんです。さあ、右手には緑色のドームを持った建物、レジオン・ドヌール博物館が見えてきました。レジオン・ドヌールはナポレオン一世が作ったフランスの勲章のこと。外国人も受賞対象で、日本人では画家の藤田嗣治、映画監督の北野武などが受賞していますよね。その隣に見えてきた大きな建物はオルセー美術館です。マネ、モネ、ルノワール、ゴーギャン、ゴッホといった印象派の作品を中心に19世紀半ばから20世紀初頭までの作品を所蔵しています。大きな時計が見えますね。もともとこの建物は1900年パリ万博に合わせて作られた駅舎でした。時計の下には出資した鉄道会社パリ・オルレアン鉄道を意味する P と O の文字が見えます。建物の上部は主要な行き先であった3都市が女性によって表現されています。船の怒りを持ったナント、石板を持ったトゥールーズ、そしてブドウが乗ったカゴを持つボルドーです。正面にはロワイヤル橋が見えてまいりました。ポンヌフ、ポンマリーに続きパリの中で3番目に古い橋です。1689年、フランス王ルイ14世によって建造されました。このためこの橋はロワイヤル、つまり王家の橋と呼ばれています。当時パリにあった橋は通行料がありました。しかしこの橋は無料で渡ることができたんです。そのため18世紀、お祭り騒ぎがあると人々は好んでこの橋に集まってきたといいます。設計はベルサイユ宮殿を作った建築家たち。この橋をルイ14世が作ったのもベルサイユ宮殿の莫大な建築費をパリ市民に多めに見てもらいたいと考えたからとも言われているんですよ。さあ、左手をご覧ください。パリ最大の建築物であり世界最大の美術館、ルーブル美術館が見えてきました。展示作品約3万5000点。各作品の前にわずか数十秒立ち止まったとしても全部の作品を鑑賞するにはおよそ3ヶ月かかるという恐ろしい美術館です。もともとは12世紀フランス王フィリップ・オーギュストによってパリを守る要塞として建設されました。その後王家の住居となり、フランス革命の後美術館になっています。正面にはカルーゼル橋が見えてきました。20世紀半ばに作られた鉄筋コンクリートの橋です。このまま左手のルーブルの敷地内に入っていくとカルーゼル広場。カルーゼルとは騎馬の軍事行進のことで、ルイ14世の跡継ぎが生まれた際に大規模な祝祭騎馬パレードを行ったのでその名前がついています。右手をご覧ください。フランス国内で最も由緒ある芸術大学の一つ、パリ国立高等美術学校が見えてきました。日本の東京芸術大学といったところでしょうか。前身はルイ14世の作った王立絵画彫刻アカデミー。卒業生にはナポレオンの戴冠式で有名なジャック・ルイ・ダビッド、パリのオペラ座を設計したシャルル・ガルニエなど美術史に名前を残す芸術家たちが名を連ねています。さあ、左手をご覧ください。先ほどからルーブル美術館が続いております。今見えているのは展示室の心臓部ともいえるグランドギャラリー。17世紀アンリ4世時代に作られ、全長460メーターの長い廊下には現在イタリア絵画が歴史順に展示されています。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、カラバッジョなどの作品はこの部分に展示されているんですよ。さあ、正面には芸術橋が見えてきました。パリで最初に作られた鉄橋で19世紀初め1804年に作られました。ナポレオンが皇帝についていた時代、ルーブルは芸術宮殿と呼ばれていたので、この橋も芸術橋と呼ばれました。かつては鉄のできた欄干に愛の誓いとして南京錠をつけるのが流行っていたんです。しかしあまりにも南京錠が増えすぎて
欄干が壊れる事態になってしまったんですね。そこで現在では安全のため南京錠がつけられないように強化ガラスでできた欄干になっています。右手をご覧ください。ドーム型の屋根を持った建物はフランス学習院です。5つのアカデミーで構成されていますが、そのうち最も有名なのはアカデミー・フランセーズでしょう。毎年フランス語辞書を更新する役割を担っています。さて、正面にはシテ島が見えてまいりました。このシテ島こそパリ発祥の地と呼ばれています。紀元前3世紀、パリシーと呼ばれた最初の住人がここに住み着き、そこからこの都市はパリと呼ばれるようになりました。このシテ島に架かる橋が今回私たちのセーヌ川クルーズの終点ポンヌフでございます。ポンヌフは新しい橋という意味ですが、パリの橋の中で最も古い橋なんです。フランス王アンリ4世の時代、16世紀から17世紀にかけて建設されました。16世紀当時、パリの橋の上には住宅が建っていました。しかしアンリ4世はポンヌフの上に住居を建てることを禁止し、歩行者がセーヌ川の景観を楽しめるようにしたんです。当時としては新しいタイプの橋だったため、新しい橋ポンヌフと呼ばれているんですね。皆様、私たちのクルーズも終わりを迎えようとしています。セーヌ川から見る世界遺産の数々、お楽しみいただけましたでしょうか。この度はご視聴いただき誠にありがとうございました。引き続き素敵なパリ滞在をお過ごしくださいませ。また次のオニバでお会いしましょう。それでは皆さん、アビアント。